長野市の川中島古戦場に来ています。ここは第4次川中島の戦いにおいて武田軍が本陣を置いた場所として知られています。現在では川中島古戦場史跡公園として整備されています。八幡社の境内です。戦いの後、武田軍がここで勝ち時を挙げたと伝わります。川中島といえばこのシーンですよね。本当にこういうことがあったかどうか分かりませんが、紅葉軍艦の記述に基づく像です。それではまず登場人物から見ていきましょう。向かって右側、馬に乗って太刀を振るっているのが上杉謙信です。元服後は長尾景虎と名乗っていました。越後を本国として越中、能登、加賀へと勢力を拡大。1561年には上杉憲政の養子となり関東管領を継ぎました。越後の龍とか軍神などと呼ばれています。そして向かって左側、謙信の太刀を受けているのが武田信玄です。元服後は武田晴信と名乗っていました。甲斐を本国として信濃、駿河、上野などへ勢力を拡大しました。こちらは甲斐の虎などと呼ばれています。川中島の戦いとは1553年の第1次に始まり、1564年の第5次まで5回にわたって行われた上杉軍と武田軍の戦争です。一般的には最も激しい戦いであった1561年の第4次合戦を指すことが多いようです。なお5回とも戦いが行われた場所は異なります。ではその戦闘の推移を見ていきましょう。1542年、武田信玄が信濃へ侵攻し、信濃北部を治めていた村上義清と対峙します。当初は武田軍を撃退していた村上軍でしたが、真田幸綱の調略により内部崩壊を起こし、1553年には城を捨てて敗走しています。そして村上氏はさらに北にある越後の長尾景虎に助けを求めました。こうして長尾景虎は信濃侵攻を進める武田信玄と対決することになりました。これが川中島の戦いの始まりです。1553年9月、北信濃に出兵した上杉軍は千曲川沿いの城を落としつつ南下します。信玄が塩田城に籠城し戦闘を避けたため、上杉軍は撤兵し、翌月には信玄も甲斐へ帰還しました。1554年、信玄は甲斐、相模、駿河の三国で三国同盟を結び、南の脅威を除きます。さらに信玄は調略を仕掛け、上杉氏の有力家臣であった北条高広を、また善光寺の国衆栗田氏を寝返らせます。1555年、犀川を挟んで両軍対峙しますが、互いに動くことができず、200日が経過します。結果として今川義元の仲介で両軍撤退となりました。1556年、景虎は出家隠遁を図りますが、これは家臣の引き止めによって亡くなりました。1557年2月、信玄は桂山城を陥落させます。その年の7月、川中島で両軍対峙します。信玄は直接対決を避け、決着に至らず、秋には両軍とも撤退しています。1559年、景虎は朝廷より関東管領就任を許されます。1560年、桶狭間の戦いで今川義元が敗し、三国同盟の一角が崩れたのを機会に関東制圧に向けて挙兵します。1561年、北条氏の居城小田原城を攻めますが、固い守りに阻まれてなかなか落とすことができません。その隙に信玄は北信濃に侵攻を始め、海津城を築きました。上杉軍は一旦帰国し、同年8月、川中島に出陣することになります。
なお小田原攻めの際、景虎は鶴岡八幡宮にて関東管領就任の儀式を行い、なお上杉正虎と改めています。また同じ頃、武田晴信は出家し、信玄の保護を得ました。川中島とは千曲川と犀川に挟まれた三角形のエリアです。越後を出発した上杉軍は善光寺に5000を残し、兵力1万3000を率いて西女山に布陣します。一方武田軍は茶臼山を経由して海津城に入ります。北に拠点を持つ上杉が南に布陣し、南に拠点を持つ武田が北の城に入るというちょっとおかしな構図になっています。ここからしばらく膠着状態が続きますが、先に動いたのは武田の方でした。山本勘助、馬場信春の進言によるキツツキ戦法です。まず部隊を二手に分け、片方に三条の上杉軍を攻めさせます。その間に本隊は八幡原に布陣します。そして追われて下山した上杉軍を2つの部隊で挟み撃ちするというものです。9月9日の夜、作戦は決行されました。しかし上杉軍は事前に異変を察知していました。いつもより煮炊きする煙が多いことから、武田が今夜攻めてくると予測し、先に西女山を脱出して八幡原に布陣していました。翌9月10日の朝、別動隊1万2000が西女山に向かうと、すでにもぬけの殻となっており、一方武田軍本隊8000の前には、霧が晴れると同時にいるはずのない上杉軍本隊が現れたのでした。史跡公園に置かれた八幡原の戦いの図です。ここから激闘が始まりました。武田軍は防御に優れた角翼の陣を敷き応戦します。一方上杉軍は車がかりと呼ばれる波状攻撃で攻め立てます。これはエンジンから部隊を次々送り出し、車輪のように相手を攻撃するものと言われていますが、実際にこれが可能だったのか、可能だとしても効果があったのかは疑問です。後世の創作とも言われています。しかしこの戦いで信玄の弟信繁、軍師の山本勘助、譜代家臣の諸角虎光らを討ち取り、上杉軍は大きな成果を上げました。大将同士が一騎打ちをしたという話もここから来ています。西女山から別動隊が降りてきたことで攻撃される形となった上杉軍はここで撤退します。結果的には武田軍の勝利となりましたが、両軍とも大きなダメージを負ったことでこれ以上の戦闘は継続できなくなりました。次の第5次合戦では戦闘は起こっていません。飛騨へ侵入しようとする信玄を防ぐため、謙信は川中島に布陣。信玄は塩崎城に陣を敷き、両者は睨み合うだけで戦闘にはなりませんでした。それでは史跡公園をもう少し巡ってみましょう。古戦場の近くでは海津城を見ることができます。江戸時代に松代城と名を改め、真田氏の居城となりました。ということで今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまたどこかの街でお会いしましょう。